自分がエントリーすると、なぜかすぐに逆行する。こんなことに悩まされていませんか？過去の私もこれに悩まされていました。トレードに絶対はないので、エントリー後にすぐ逆行するというのはある程度仕方のないことです。ただ、あまりにも多い場合は何かしらの原因があったりします。そこで今回は私の経験からエントリー後に逆行しやすい4つの理由とその対策法についてお伝えしていきます。上野氏の流れと反対にエントリー。エントリー後に逆行しやすい理由の一つに、上野氏の流れと反対にエントリーをしているというのがあります。例えば、昔の私はデイトレードをしている時に5分足を基準にしてエントリーをしていたのですが、この画像の黄色丸のような位置でエントリーをして、よく損切りになっていました。エントリーの仕方としては、上昇トレンド中のおしめ買いなので悪くないですよね。でもこれを1時間足で見てみると、次のような位置でエントリーをしていました。思い切り下落トレンド中で戻り売りが入りやすい場所で買いエントリーをしていたのです。FX は時間軸が大きくなるほど相場参加者が増えていきます。ということは5分足よりも1時間足を見てトレードをする人の方が多いので、チャートは1時間足の流れに沿って動きやすくなります。エントリー後すぐに逆行される場合、上足の流れが頭に入っていなくて、下足の流れだけでエントリーをしていることが多いです。もしくは、上足の流れは頭に入っていたけど、下足でエントリーができそうな形を見た途端に、上足の流れが頭から飛んで、ついエントリーをしてしまうことも多いです。このような場合、上足の流れを必ず見てからトレードをする癖をつけましょう。しかしそうは言っても、FX 歴が1年以上ある人なら、こんなことはすでに分かっていることが多いです。分かっているのにできないから、エントリー後すぐに逆行されて悩んでいるわけです。実際に、昔の私もそうでした。そんな時に私がやってみて、効果的だった方法が2つありました。エントリーの時間軸に付箋を貼る。1つ目が、エントリーする時間軸のチャートに付箋を貼ることでした。何それ、そんなの本当に意味あるの？って思いましたよね。原始的な方法ですが、私にはかなり効果がありました。例えば、トレードをする時のチャート画面って、このような感じで、1枚の画面に複数の時間軸のチャートを表示させていると思います。この状態で、自分がエントリーする時間軸のチャートの真ん中に、パソコン用の付箋ソフトを使って、1時間のトレンドを確認みたいに書き込んで貼り付けるのです。これをやることで、エントリーする時間軸でいい形が出て入ろうと思っても、付箋が目に入ってくるので、一旦一呼吸を受けます。そして上下のチャートの確認ができるので、ここでもし上下の流れがエントリーする時間軸とは逆だったら、今は入る場面じゃないといった判断ができます。このことがエントリー直後の逆行と余計な負けを防いでくれました。ちなみに、付箋を貼る位置は、チャートのど真ん中など、邪魔になるような場所がベストです。邪魔になるってことは、嫌でも目に入ってくるので、エントリーをしようとしたら、必ず付箋を見ることになります。これが上足と逆方向へのエントリーを防いでくれます。また、付箋ソフトに関しては、何を使ってもいいです。ネットで探せば、いくらでも無料で使えるものが出てくるので、自分が使いやすそうなものを選べば OK です。チャートの配置を変える。次に効果があったのが、チャートの配置を変えることでした。例えば、一つの画面にチャートを複数表示させるときって、多くの人たちが左側から下足を表示させて、右下に上足を表示させています。この並びは無意識にやっている人が多いのですが、なぜこの並びになりやすいのかというと、セットの法則といって、人が文字を読むときは、左上から右下へ向かって読む傾向があるからです。しかもこの法則は、横書きのものが均等に配置されているときに特に起きやすいと言われているので、FX のチャートはまさにそれが当てはまりますよね。上足の流れが分かっていたのに、それが頭から飛んでエントリーをした直後に逆行されていた時の私は、これの餌食になっていました。私もエントリーをする時間軸を左上にしてチャートを並べていたのですが、毎回チャートを見るときって必ず左上から見ていました。だから、エントリーする時間軸でいい形が出ると、急に戦闘モードになって、その部分だけを見てしまうんです。
そしてタイミングが来たらエントリーをするんですけど、すぐに逆行されて損切りになっていました。そこで損切り後に上野手を見てみると、あ、流れとは逆にトレードしてるじゃん、みたいなことが頻繁に起きていました。この癖をなんとか直すために、上野手の流れから見る癖がつくまでは、左上から上野手を配置していきました。この配置にすることで、毎回必ず最初に目に入るのが、上野手の時間軸だったので、嫌でも全体の流れを確認することから始まっていました。これをやり続けることで、自然と全体の流れからチャートを確認する癖がついていきました。そのおかげで、トレンドとは逆方向へエントリーをして、すぐに逆行されてしまうことが大きく減りました。だからもしあなたがトレンドとは逆の方向に入ってしまい、エントリー直後に逆行されていることが多いなら、今回紹介した2つのうちどちらかを試してみると余計な負けが減るかもしれませんね。見るべき時間軸の組み合わせは、エントリー後すぐに逆行される場合、上野手の流れを最初に確認する癖をつけることが大切です。しかしそうは言われても、上野手と下野手ってどの時間軸にすればいいの？なんて思ったかもしれません。ここに関してはトレードスタイルにもよるのですが、私の経験上だとエントリーする時間軸を下野手とすると、その2つ上の時間軸を上野手にすれば大きく外すことはないです。例えば、自分のトレードスタイルがデイトレードで、エントリーをする時間軸は5分足なら、上野手は1時間足になります。スキャルピングをするのであれば、エントリーする時間軸が1分足になると思うので、上野手は15分足になります。じゃあ、なんで2つ上の時間軸なの？って思ったかもしれません。この理由としては、2つぐらい時間軸をずらした時点からチャートの見え方が変わってくるからです。例えば、このチャートは1時間足になります。このチャートを見ると、明らかに下落トレンドなのがわかりますよね。では次に、その一つ下の時間軸の15分足を見てみると、次のようになります。15分足で見ても、まだ下落トレンドなのはわかりますよね。それでは次に、5分足を見てみると、次のようになります。5分足になると上昇トレンドになっていますよね。時間軸を2つ変えると、こんな感じで見える景色が急に変わってきます。ということは、全体の流れと逆方向へエントリーをしてしまう境目になりやすいのもこのタイミングになります。そのため、上野手と下野手の組み合わせは、エントリーをする時間軸と、その2つ上の時間軸にするのがいいと、私は考えています。この組み合わせを確認した上で、より広い視点でチャートを確認したいなら、3つ以上上の時間軸を見てもいいです。逆に、より細かいエントリーをしたいなら、もう一つ下の時間軸を見てもいいです。ちなみに、30分足に関しては、1時間足と15分足の中間に位置していて、どちらの時間軸の特徴を持ち合わせています。そのため、私は30分足を明確に一つの時間軸としてカウントしておらず、5分足の2つ上の時間軸を1時間足としています。とはいえ、30分足が一番見やすいという人も当然いるので、上野手や下野手として使うのでも全く問題ありません。上野手と下野手を組み合わせたトレード例。それではついでなので、上野手と下野手を組み合わせたトレードの例を簡単に紹介していきます。例えば、デイトレードをするとして、現在の1時間足が次のようになっているとしましょう。現在の流れを見ると、高値と安値を切り上げているので、上昇トレンドになっています。そのため、買いたい人の方が多い状態なので、買いでのトレードを狙っていくと勝率が高くなる場面です。しかも、押し目買いができそうな位置までネットが落ちてきている状態です。ここからエントリーが狙えそうなので、5分足に変えて見てみると、次のようになっていました。思いっきり下落トレンドですね。しかも下落の勢いが強いです。こういう場面を見た途端、上野手の流れと逆のトレードをしてしまい、エントリー後にすぐ逆行されやすくなるので注意しましょう。あくまでも狙うのは上野手に沿ったトレードになります。よって、ここで売りは考えずに買いを考えていくのですが、この時に重要なのは、下野手でも上昇の流れが出始めるまでしっかり待つことです。上昇の流れが出る前にエントリーをすると、全体の流れに沿ったトレードをしたとしても、
すぐに逆行されて損切りになりやすくなります。ということで、5分足で上昇の流れが出始めるとしたら、最低限、戻り高値を上抜けることです。ここを上抜けることで、短期的に逆張りで売っていた人たちが、トレンドの転換が起きたかも。全体の流れは上昇トレンドだし、そろそろ逃げておかないと危ないな、と考えて、売りポジションの決済をし始めます。売りの決済は反対売買の買いになるので、これが上昇する力になります。さらに、買いを狙っていた人たちもトレンドの転換が起きた。じゃあここから上がっていきそうだな、と考えるので、買いでエントリーをし始めます。この2つの行動によって、レートが上昇しやすい状況になります。では、この後の動きを見てみましょう。少し抜けが甘いですが、ローソク足の実体で戻り高値を上抜けているので、5分足でもトレンド転換をしました。この形が出ることで、上足と下足両方で上昇トレンドとなりました。そうなると、逆張りで売っていた人たちが決済をして逃げてくる上に、上足でトレードをする人たちと、下足でトレードをする人たちの目線が買いの方向へ揃ったことになります。このような状態になると、レートが下がりにくくなるので、エントリーをしていくと、すぐに逆行されることが大きく減ります。では、この後の動きを見てみましょう。戻り高値を上抜けた後は、あまり下がらずに上昇していきました。このように、上足と下足の流れが揃ってからエントリーをしていくと、狙っていた方向へ伸びてくれることが多くなります。ちなみに、エントリーの仕方ですが、戻り高値を上抜けた直後でもいいですし、よりしっかり上抜けた後の押し目買いでもいいです。しっかり上抜けた方が、誰が見ても戻り高値を抜けたことを認識できるので、私はしっかり抜けた後の押し目買いをしていくタイプです。また、この時の損切りですが、直近の安値を下へ抜けた場所になります。1時間足で見ると、次のような位置になります。この位置を下へ抜けると、短期での下落トレンドが継続するので、さらに下がっていく可能性が高くなるからです。利食いに関しては、直近のレジスタンスとなりそうな場所を一旦の利食いの目処にすれば OK です。もし利益を伸ばしたければ、さらにその上の高値を狙ってもいいです。では、この後の動きを見てみましょう。どこを選んでも利食いができましたね。このようにトレードをしていけば、エントリー直後の逆行を大きく減らすことができます。そのため、上足と下足の流れが逆の状態でエントリーをして、すぐに逆行されているような場合は、この方法を試してみると、うまくいく確率が上がると思います。ちなみに、この方法はマルチタイムフレーム分析になるので、少し慣れば必要になります。もしこの分析方法について、より詳しく知りたい場合は、この動画も見てみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。目立った高値や安値付近でのエントリー。エントリー直後に逆行する場合、次に考えられるのは、目立った高値や安値付近でエントリーをしているというのがあります。例えば、1時間足などの上足で、次のような位置で売っているような感じです。要するに、反発する可能性が高い、目立った安値で売っているような場面です。こういうのって、出来上がったチャートを後から見ると、こんな位置で売らないでしょとかって思うのですが、実際にその場面になってみると、ここから下がるだろうな、なんて感じてしまい、エントリーをすることが多いです。例えば実際は、この位置を5分足で見てみると、次のようになっています。この場面を見ると、ここからブレイクして下がりそうに見えますよね。しかも1時間足だと、下落トレンドになっているので、なおさらここから下がると考えやすくなります。ただし現実は、反発しやすい目立った安値で売っているので、エントリーをしてもすぐに逆行されてしまいます。こういうエントリーは、全体の流れが正しく読めているけど、エントリータイミングがうまく合わない時に起きやすくなります。昔の私がよくこのエントリーをして、すぐに逆行されて損切りになっていたのですが、全体の流れが正しく読めていると、ここから下がっていくだろうなっていうのがある程度見えているんです。でも、うまくエントリータイミングが合わせられなくて、どんどん下がっていくのを見ているうちに、利益を取り逃しちゃうっていう気持ちが強くなって、一気に視野が狭くなっていきます。このせいで、目立った安値が近くにあることに気づかず、
遅すぎるエントリーをしてすぐに逆行されていました。しかもこういう時って、上野市にちゃんと水平線を引いていないことも多かったです。だから、反発しやすい場所に余計気づかずにエントリーをして、すぐに逆行されていました。この主な解決策としては、まずは水平線をしっかり引くことでした。面倒くさがらずに水平線をちゃんと引いておくだけでも、視野が狭くなってエントリーをしようとした時に、その水平線が目に入ってくるので、一旦我慢することができました。特に1時間足など、大きな時間軸では、目立った安値や高値が意識されて反発をしやすいので、そういう場所には必ず引くようにしました。あとはあらかじめ、チャートが伸びきった場所でエントリーをしない、というルールを作っておくだけでも、私にはかなり効果がありました。もしエントリー後にすぐに逆行されて損切りになることが多い場合は、目立った高値や安値付近でエントリーをしていないかも確認してみてください。反発しづらいレートの戻り方でエントリー。これは、押し目買いや戻り売りをするときに起きやすいのですが、レートの戻り方によっても、エントリー後にすぐ逆行される場面があります。例えば、このチャート画像では、サポートラインまでレートが来ても、あまり反発をせずに下落しています。この理由としては、サポートラインに来るまでの戻り方を見ると、高値と安値を切り下げながら、下落トレンドになって戻ってきていますよね。こういう戻り方をすると、買いを狙っている人たちは、短期的に下落トレンドだな。このまま下がるかもしれないから、一旦買うのはやめておこう、と判断して買いをあまり入れてきません。また、上の方から逆張りで売っている人たちも、短期的に下落トレンドになっているからまだ下がるかも。じゃあまだ利食いせずに利益を伸ばそう、と考えるので、売りポジションの決済をあまりしてきません。この2つの思惑によって、サポートラインまでレートが戻ってきても反発しづらくなります。このような状態でエントリーをしても、すぐに逆行されることが多いです。こういう場合は、サポートライン付近でしばらく揉み合って下へ行けない動きを見せるか、短期でもトレンド転換をしたらエントリーをしていくと、すぐに逆行される確率がかなり低くなります。そのため、押し目買いや戻り売りをしていてすぐに逆行される場合は、エントリーポイントまでのレートの戻り方も確認してみてください。もしこのことについて、より詳しく知りたい場合は、この動画も参考にしてみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。反発根拠が少ない場所でエントリー。エントリー根拠が少ない時も、エントリー後すぐに逆行されやすいです。例えば、このチャートの黄色丸では、レートが反発して上昇しています。この時の状況をチェックしてみると、上昇トレンド、サポートラインが引ける、フィボナッチ50といったように反発する根拠が3つあります。さらにここに MA も加えると MA でも反発をしています。こうなると上昇トレンドで買ってくる人、サポートラインで買ってくる人、フィボナッチで買ってくる人、MA で買ってくる人といったようにそれぞれの根拠で買ってくる人が同じ場所に一斉に集まってくるので反発する確率が上がります。エントリー後すぐに逆行される場合、反発する根拠が少ない場所でエントリーしていることも多いです。ですから、エントリー直後の逆行が多いときは、この根拠数もチェックしてみてください。ちなみに、私の経験上では、根拠数は3つから4つあれば、すぐに逆行される確率がかなり減るので、このぐらいの数を目安にして、エントリーをしていくのもありです。逆に、これより多くの根拠を求めると、すべてが揃う確率が低くなっていくので、エントリー回数が減ってしまいます。そうなると、逆にチャンスを逃しやすくなるので、だいたい3つから4つぐらいがちょうどいいです。まとめ。今回は、エントリー直後に逆行される4つの理由と、その対策法についてお伝えしてきました。再度まとめると、上下市の流れと反対にエントリー。目立った高値や安値付近でのエントリー。反発しづらいレートの戻り方でエントリー。反発根拠が少ない場所でエントリー。といったことが原因で、エントリー直後の逆行が起きている可能性があります。そのため、エントリー後にすぐ逆行する場面が多い場合は、これらのことをチェックしてみてください。そうすれば、あなたのトレードにより磨きがかかるかもしれませんね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。役に立ったと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。